お疲れ様でございます。ケッパコマスターでございます。本日長野県から戻ってまいりましたが、長野は涼しくていいですね。帰りにですね、ダイソー寄ったんですよ。うろうろしてる時に発見しましたね。スマホ拡大スクリーン。お昼ご飯食べながら試してみたんですけど、そこそこ使えるんですよ。なぜかというと、おじさんの携帯っていうかスマホは基本的に画面がちっちゃいやつなんですよ。ということで、こういうことです。実際はというと、こんなもんです。よいしょ。約倍ぐらいになるんですよね。老眼の進んだおじさんにとっては大変ありがたい。200円ですかこれ。税込みだと220円ですけど、これだけ使えれば結構嬉しいなんですけど、これね、安っぽいんですよね。やっぱりね、一番いい場所から見ればいいんですけど、同じところで同じ姿勢で見てるってことはないので、ちょっとずれたりしたらこれ動かしたくなるんですよね。これを動かそうとすると、これ角度を上げたり下げたりするとこんなになっちゃうんですよ。これ非常に使いづらいので、改造して使いやすいものにしたいと思います。はい。完成しました。スマホがブラウン管テレビになる装置、ダイソー魔改造シリーズできました。これはなんかスピーカーにあったので剥がしてくっつけました。これはダミーです。動きません。どうですか？結構古いテレビっぽくなってませんか？使う時はこんなので調整しながら使えるんですけど、中に入れるのはスマホなんで横開きます。これ両サイドこんな感じで、こっちも開きます。で、中で操作すればいいんで、こうやって。肝になるのは、一応これ、こことここが平行になるようには作ってます。若干違ってますけどね。このレンズのセンターが、ここなんですけど、レンズのセンターとスマホのセンターを合わせるのが基本です。なので、ご自分のお持ちのスマホに、ここ調整できるように、なんか挟み込んでセットしてみてください。作られる方がいたら。わかりますかね？このレンズってスリットっていうか、こう筋がこう入ってるんですね。これが見た時にブラウン管の粗い感じに見えて、結構いい感じに見えるんですよ。今時の若者からしたらなんじゃこりゃって言われるかもしれませんけど、おじさんのようにもう白黒テレビの時代からもうブラウン管でテレビを見て過ごしたおじさんたちにとっては懐かしい感じの映像に見えますね。これね、中に入れると。そして絶賛老眼進行中のおじさまたちには、スマホだとね、もう字幕は読めないんですよ。ですが字幕読めるようになるんです。これどうですか？これ夢グループで売ったらいいんじゃないですかね。このロゴも電音でテレビ作ってたかどうかは覚えてませんが、昔のね、日本のメーカーですよ。今あるんですかね、電音。わかりませんが、古めかしい感じでできました。ここに蓋をつけたのは、こう光が中に入り込むと全部こう反射してすごい見えづらくなるんですよね。で、今もそうですけど、これものすごい反射するんで、暗いとこじゃないと
よく見えません。上からとか横からとかの光はこれでカバーしちゃってるんで、前方向だけの光を気にすれば結構使えます。そしてスマホをね固定できるようにしちゃえば、これってこのセンターの位置で見ないとうまく見えないんですよね。画像がどっか行っちゃって。なので高さを調整したり、こうしたりとか、あら取れちゃった、取れちゃった後でくっつけよう。逆にこうしたりとかしても中でスマホが転がったりしないんで、まあこんな感じでお安く作りましたよ。余り物ばっかり作って。